寒い夜に迷い込んできた子猫。保護して1ヶ月から2ヶ月の様子です。ピーピー泣いて私の腕から離れなかったちびちゃんも、自宅に連れて帰ってからは優しいおじいちゃん猫に可愛がられてのびのびと暮らしています。若い虎猫ちびすけくんは騒がしいのは苦手ですが、おとなしくしていると一緒にいてくれます。白猫ビエンちゃんは20歳だからおとなしく子猫の面倒を見てくれています。だから寒い毎日も2人の間に入って甘えています。だんだんと活発になってきて、テリトリーもベッドの上から部屋全体の探検へと広がってきました。でもまだまだチュールや iPhone より少し大きいちびちゃんですから、すぐに安全なベッドに戻ってきます。 iPhone で魚が動くスクリーンセーバーを見せたら、おとなしいこの子も遊び始めました。猫の本能が騒ぐようで夢中になって遊んでくれます。まあ他の子と比べると優しい遊び方なんですが、事務所で怖くておとなしく固まっていたことを思うとのびのびしています。私が近くに座ると膝に乗ってくるのが遊んでもらえるので嬉しいようです。優しくて攻撃もしない鼻炎おじいちゃんが一番良いのだけど、すぐに疲れてしまうので若いちいちゃんには物足りないようです。でも騒がしい子猫が苦手なちびすけくんは遊んでくれないので、私の手が戦うのに良いようです。しかしその手はかなり手強いので仕方なくくつろぐことにしたようです。おじいちゃんとリズムが合うように暴れることもなくおとなしいお嬢さんです。膝に乗ってまったり過ごすのが安心できて良いようです。何をするでもなく周りの出来事を眺めたり、私がスマホを操作するのを飽きることなく見ています。私の膝は座り心地の良い椅子代わりのようです。小さな子猫がまったりしている後ろ姿は妙に可愛いです。顎を腕に乗せてくつろいでいるのを見ると安心しているのが分かり嬉しくなります。おじいちゃん猫も近くにいてくれるので余計安心なのかもしれません。時々私の顔をじっと見上げてくれますが、見つめるだけで何か要求するわけでもないのです。この見つめるのは保護した時から時々見せる仕草で、こいつは安全かなって思っているのかな。猫は目を合わせるのが苦手な子が多いのだけど、この子は平気で見つめてきます。別に敵意がある様子でもなく、不思議なものを見るような、母親を見るような、そんな感じで見つめてくれます。大好きなちびすけくんに寄っていきます。白猫おじいちゃんとの間に入ってすっかり甘え上手になりました。おとなしくしているとちびすけくんも一緒にいてくれるのですが、調子に乗って遊びにかかるとちびすけは逃げていきます。大好きなのになかなか仲良くなれないので残念なちいちゃんです。仕方ないのでいつも遊んでくれる私に矛先を向けます。仕事をしていようが音楽を聴いていようがお構いなしです。今日は珍しいものを見つけました。私の耳から下がっているイヤホンが気になるようです。私にも貸してというように器用に手が出ます。知らん顔しているとだんだん口まで出てきました。イヤホンっておいしいとでも言うようにガジガジと噛み出しました。あまり過激なことをしないちいちゃんですが、これはハマったようで噛むのに力が入っています。私のこれはやめての声に一旦引き下がりますが、
離れられない魅力があるようで、再び戻ってきて執拗に攻撃しだします。優しい攻撃なんだけど、彼女に牙にイヤホンは耐えられません。何度も手で防御するのですが、そんなことにはお構いなしにすごい執着心を見せつけます。左手、右手、どんどん攻撃は過激になっていきます。目をそらすことなく一心不乱に攻撃を繰り返し、とても楽しそうです。そのうち私の耳からも外れてしまい、さらに口にくわえてどこかに持っていこうとします。もう一部断線してしまったかもしれません。外してベッドまで持っていき、攻撃を加えています。将来ママになった時のために獲物を取る練習なのでしょうか。事務所でも猫草を作っている間に、悪ガキたちにイヤホンを盗まれ、彼らのおもちゃになってしまったのを思い出しました。ああ、備品をどんどんゴミにしてしまう連中です。イヤホンもやっつけるとなんだか自信に満ちた顔になっています。保護したのが生後1ヶ月くらいだと思うので、そろそろ3ヶ月になるお嬢さんですが、急に表情がしっかりしてきました。なんかイヤホンをやっつけて顔が威張ってます。まだまだ赤ちゃんなんだけど、大人びた表情を見せるようになってきました。子猫の成長の速さにびっくりしたり、微笑ましい思いで見ています。一暴れしたら、やはりおじいちゃんにひっついてお休みタイムです。おじいちゃんも子猫の甘えが可愛いと見えて嬉しそうで一緒に寝ています。おじいちゃんが離れていっても眠気には勝てないようで、そのまま無防備な姿で寝ているのを見ると、安心して過ごしているのが伝わってきます。顔を隠すように不器用そうな手で隠しているのも、足がクロスしたりしているのも可愛い仕草の一つですね。そんなある日、SNS でイヤホンを噛み切られた日記を書いたら、読んでいただいた方からプレゼントをいただきました。とても高価なイヤホンで有名ブランドのものです。恐縮と嬉しさでびっくりしました。早速、ちびかいと鼻炎おじいちゃんがチェックに入ります。パッケージにスリスリして猫たちまでが嬉しそうです。ちーちゃんも早速ってきて隅から隅までチェックしています。これはワイヤレスなのでコードはありませんよ。今度は加えてどこかに持っていきそうで、なかなか開封できません。コードを噛み切られて、しばらくはイヤホンなしでがっかりしていたのですが、思いがけない贈り物に猫のいたずらも悪いことばかりではないのだなって思いました。最近は悪さばかりしているね。と話しかけても知らん顔して膝に乗ってきてくつろいでいます。そのうちに寝てしまうのですが、起きる途中の箱を覗きに行きます。これはおやつの最速なんだけど、箱は空になっています。不思議そうに眺めていますが、顔が不満そうです。大丈夫ですよ。まだもう一箱ありますから。分かっているのかどうなのか、表情が変わりました。次に目指すのは猫草です。噛んでまき散らして食べるよりも多くの草をまき散らすちーちゃんです。これも夢中で遊んでいます。もう草を入れ物から引っ張り出す勢いですね。こうしてみると大きくなりました。この数日でぐーんと伸びたようです。それにも飽きるとまたみんなと昼寝です。あれ、ちーちゃんの頭がない。ちーちゃん。見たときはびっくりしました。どうなってるの？
頭はどこ？ちびすけきみの下に潜り込んでいたようです。子猫特有の体の柔らかさだからできる芸当なんでしょうか。ほんとびっくりしましたよ。そんなこちらの思いなど気がつくこともなく、起きたら鼻炎おじいちゃんに飛びかかっています。鼻炎ちゃんが優しいのを良いことにやりたい放題。鼻炎ちゃんも自由にさせていますから、もう怖いもの知らずです。怖がりでちょっとのことでも飛んで逃げるのに、鼻炎おじいちゃんには無敵です。体重も 1.8kg になり、保護した時が 643g なので3倍近い大きさになりました。他のことも馴染んで楽しそうです。これからも動画は続きます。チャンネル登録していただけると嬉しいです。